はい、金坊主です。今回はスノーピークのメラクプロストーブプラス購入してきて翌日設営に来ました。今回は薪ストーブもあるので奥さんと一緒に設営をしていきます。まず、リッチポールを真ん中に入れます。その後、左右に A フレームを入れていきます。A フレームは、自分が見てですね、スノーピークと書いてあるロゴの方を表側にして入れると向きが合っているということです。でこの A フレームを入れてですね、こんな感じでテントのピンを刺すと立ち上がります。なので立ち上がるまではね、非常に早いテントかなと思います。メラクプロは立ち上がりまでが非常に早いので、テント設営今回2回目で、前日にですねスノーピークの店舗でも設営練習させてもらったんですけれども、このテントの設営のこの立ち上がりの速さがね非常に速いっていうのはもうすごく気に入っているポイントです。次に2本ある C フレーム1っていうものを刺していきます。この時ですね、1人で刺さずに向こう側に人がいて、で突き破らないようにねちょっと見守ってもらったり補助をしてもらうといいかなと思います。結構ねきつな感じなので、無理やり行くとテント破っちゃう可能性がありますので、もしくは脚立とか置いてですね、結構平行にしてから入れていくと一人でもいけるかなとは思いました。そしてこの C フレームは2本あるんですけれども、1本ずつ設営する方がポールに負担かからないというふうに言われました。最後に C フレーム2が2本ありますので、こんな感じでかなり湾曲するんですけれども、気にせずですねグッとピンに入れてもらったらいいかなと思います。そしてテントの真ん中からですねグッと引っ張ってフックをかけると OK でございます。これでメラクプロ自体のテントの設営は終了です。この後必要に応じてフライシート、普通のポリエステルのフライシートかける場合はこの時点でかけてもらったらいいかなと思います。今回はストーブプラスですので TC のフライシートをかけます。これもやっぱり今回はちょっと奥さん手伝ってもらいましたけれども、一人じゃ結構きついですね。頑張って脚立とか使ったり身長高かったら投げてしまってですね、そこから引っ張っていくっていうのはできるかなと思うんですけれども、よくある引っ張る用の、補助のロープとかはないので、このテントはソロキャンではちょっとハードル高いかなと身長そんな高くない私からしたら思いましたが、チャレンジは一回してみようかなと思うので、今度家族で行った時ですね、一人でいっぺんチャレンジはしてみてあかんかったら奥さん呼ぼうかなと思います。さて MK ストーブでございます。メラクやから MK なのかなと勝手に思っております。これが MK ストーブの箱でございます。そしてなんと薪ストーブは逆に入っております。これが正解なので、直す時も逆にして入れるしかないという、非常に慎重かつ大胆によいしょとひっくり返す必要があります。これ39万ぐらいしますので、そして重さはなんともろもろ26キロとなっております。かなり重たいので、私、ウエイトリフティングする時の腰ベルトを今回は持ってきております。キャンプ中にね腰やられるとえらいこっちゃなので、セパレート IGT の4ユニットに乗せることにしました。3ユニットか4ユニットには乗せることができると。で、乗せた後ですね、こんな感じで2人で煙突を刺していくわけですね。かなり長いので、下から1個ずつ入れてカンカンカンと組み立てていってもいいのかもしれないですけれども、一気に入れてそのまま後ろからズドンと行ってくださいというふうに言われたので、ズドンと行ってみました。でここで失敗したのがですね、上の部分、この後引っ張っていくガイロープがですねまとまっちゃった状態なので、よしこれでいけたなと思ったんですけれども、ガイロープが上にあるので引っ張れないので一回抜いてですね、
もう一回下ろして、でガイロープをほどけた状態にしてもらうために、ここでですね、奥さんに今ほどいてって言ってほどいてもらって、そしてまた上の方に戻すと。こちらのメラクプロストーブプラスの煙突、地面にペグを打つ必要はございません。フライシートですね、 TC のフライシートのところに止めることができるようなリングがありまして、そこを4箇所止めたら OK と。なので地面にペグダウンする必要はないんですけれども、ガイロープを短くしたいんですけれども、ガイロープの自在金具が上の方にあってですね、短くすることができないと。頑張ってこう脚立を持ってきてですね、やるんですが届かないと。なので脚立をね、こんな感じで増やしてですね、どうにか巻きばさみですっとガイロープ伸ばすというようなことをしております。で、火入れですね。一応なんかフィールド着火剤を使ってと、スノーピークの使ったことないんですけど、初めて買って使いました。めっちゃ燃えますね。これは今後ちょっと活用しようかなと思います。で、この状態でですね、買ったばっかりなので3時間は燃やしとかないといけないと。前後開けた状態で3時間は燃やしてくださいと。で、工場のこの油とかそういう悪いものを全部飛ばすと。前持ってた薪ストーブもね、同じような感じやったんですけれども、今回も3時間この状態なので、この状態で3時間見ないといけないから、今回はバンガロー付きのねサイトに行きました。それやったらその間寒くなったらですね、子供たちはバンガローの中のエアコンでぬくぬくしてもらったらいいと。で、私はいろいろ準備しながらですね、3時間過ごせばいいかなというふうに思っております。ただバンガローは4人まで入れる。で、あぶれるのが私とワンちゃんで、ワンちゃんは今回のバンガローには入れないプランと。なのでワンちゃんと私はこのメラクプロに入らないといけないんですけれども、メラクプロはインナーテントがついておりません。専用のインナーテント売ってないので、今日は DOD のカンガルーテント S サイズを持ってきました。これは楽ですよね。もう持ってはる人も多いと思うんですけれども、もうパンとね設営できるので、今回はメラクプロの横にこちら置かせていただいて、夜は薪ストーブはどっかで消えちゃうので、この中でオイルヒーターでも置いてぬくぬくワンちゃんと寝ようかなと思います。1時間ほど経ちましたが、こんな感じでいい感じに燃えております。その間に鎌倉作ったりして遊んで、そして、時間は5時ですね。2時から燃やしてるのでちょうど3時間経ちましたので、子供たちや奥さん中に入ってもらってですね、これから締め切っていこうかなと思います。で、メラクプロなんですけれども、中の天窓2つと、あと各4箇所のベンチレーション開けておけば、こんな感じで締め切っても OK ということですので、一酸化炭素チェッカーをスノーピークのやつとそれ以外のやつをつけてですね、2個つけて今回は締め切って薪ストーブを楽しもうかなと思います。はい、薪ストーブつけた状態がこんな感じですね。シェルターというか真っ暗です。で、電気つけても外から全然明かり漏れないですし、夏もいいんじゃないかなと思います。薪を投入するときはですね、こんな感じで開けます。料理できる鍋がある程度決まってますので、今回は専用の表示されているやつ持ってなかったので、家にある鉄のフライパン持ってきてですね、イカでも焼こうかなと思います。おはようございます。氷点下まで冷えたので薪残してますんで、ちょっと薪ストーブに火を入れてですね、帰るまで楽しもうかなと思います。
普段朝焚き火しないんですけれども、今回は寒いのと石油ストーブも持ってきてないので、もうこれが命となります。子供たちはまだこっちのテント来ないので、幕内温めながら待とうかなと思いますが、ワンちゃんはね、いい感じに仕上がっております。ちょうどこの位置がね、あったかくて、でしかも寒いとあかんので、このワンちゃんコットの下にですね、ワンちゃん用のホットカーペットを入れてるんで、もう本人としては多分極楽やったんちゃうかなと思います。はい、子供が来てくれました。寒いので外がエアコンはあるけれども寒いっていうことなので、超特等席。ただ暑いと思うんですよ。やけどしないようにだけねしないといけない。一番落ち火だけはねちょっとそのまま突っ込んでいきそうやったので、ちょっと注意しないといけないなと思いましたが、やっぱね、生まれてですね1歳ぐらいからキャンプ行ってるので、火の取り扱いは得意かなと思います。撤収していきます。雪もちょっとね降ってきたので、そそくさと撤収をしていきました。冒頭の薪ストーブの中に何本か煙突入れれるんですけれども、それ以外の煙突であったりとか細かな部品は収納ケースに入らないんですね。なのでこちらのボックスにですねいくつか入れたり、これですね、これはストーブの煙突ですけれども、この辺を入れてですね保管しないといけないし、運ぶ時も注意して忘れないように持っていかないといけないと。なので今回はボックス上に入れてですね、いつもは焚き火の用品を上に入れるんですけれども、今回は薪ストーブの残りを入れて、まだ MK ストーブ使う時あるかなと思いますし、メラクプロに関してはフライシートかけてですね、今度はちょっと石油ストーブでも使ってみたいなと思いますので、また、キャンプ行った時いろいろ試してみようかなと思います。こんな感じでいろいろ動画上げてますので、よければチャンネル登録いただけると嬉しいです。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me.